初心者向け日本語の形容詞100選。皆さんこんばんは。今日も楽しく日本語の勉強をしましょう。初心者向け日本語の形容詞を100個紹介します。形容詞って物の様子や自分の気持ちを伝えるときに使う言葉ですよね。動詞と同じくらい大切だって聞きました。その通りです。形容詞をたくさん覚えると、あなたの日本語がもっと豊かに、もっと感情豊かになりますよ。よし、今日も寝る前の10分間、先生の後に続いて一生懸命リピートします。無理に覚えようとしなくて大丈夫ですよ。リラックスして日本語を楽しんでくださいね。このチャンネルは日本語を聞いて勉強するチャンネルです。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録してくださいね。それでは日本語の形容詞100始めましょう。日本語の形容詞。大きさ、重さ、広さ。大きい、大きい、大きい家ですね。小さい、小さい、小さい猫がいます。長い、長い、髪が長いですね。短い、短い、夏休みは短いです。太い、太い、日本語をペンで書きます。細い、細い、足が細いですね。重い、重い、このバッグは重いです。軽い、軽い、この靴は軽いです。広い、広い、部屋が広いです。狭い、狭い、私の部屋は狭いです。日本語の形容詞。時間、速さ、価格。早い、早い、朝が早いです。遅い、遅い、夜が遅いです。早い、早い、新幹線は早いです。遅い、遅い、歩くのが遅いです。高い、高い、この時計は高いです。安い、安い、りんごが安いです。新しい、新しい、新しい車を買いました。古い、古い、古い本を読みます。近い、近い、駅が近いです。遠い、遠い、学校は遠いです。日本語の形容詞。味、温度、天気。おいしい、おいしい、お寿司はおいしいです。まずい、まずい、この薬はまずいです。甘い、甘い、ケーキは甘いです。苦い、苦い、コーヒーは苦いです。酸っぱい、酸っぱい、レモンは酸っぱいです。暑い、暑い、今日はとても暑いです。寒い、寒い、外は寒いです。暑い、暑い、お茶が熱いです。冷たい、冷たい、冷たい水が欲しいです。温かい、温かい、スープが温かいです。涼しい、涼しい、秋は涼しいです。
人の様子性格。優しい、優しい。田中さんは優しいです。厳しい、厳しい。先生は厳しいです。親切な、親切な。彼は親切な人です。元気な、元気な。いつも元気ですね。有名な、有名な。彼は有名な歌手です。暇な、暇な。今日は暇です。忙しい、忙しい。仕事が忙しいです。面白い、面白い。このアニメは面白いです。つまらない、つまらない。話がつまらないです。かわいい、かわいい。赤ちゃんはかわいいです。かっこいい、かっこいい。彼はかっこいいです。静かな、静かな。図書館は静かです。にぎやかな、にぎやかな。お祭りはにぎやかです。日本語の形容詞。色、赤い、赤い。赤いりんごを食べます。青い、青い。海が青いです。白い、白い。白いシャツを着ます。黒い、黒い。黒い靴を履きます。黄色い、黄色い。黄色い花が咲きました。茶色い、茶色い。茶色い犬がいます。日本語の形容詞。ものの状態。クオリティ。良い、良い。天気が良いです。悪い、悪い。気分が悪いです。難しい、難しい。日本語は難しいです。優しい、優しい。テストは優しかったです。上手な、上手な。歌が上手ですね。下手な、下手な。料理が下手です。得意な、得意な。数学が得意です。苦手な、苦手な。運動が苦手です。きれいな、きれいな。花がきれいですね。汚い、汚い。部屋が汚いです。便利な、便利な。スマホは便利です。不便な、不便な。ここは不便なところです。丈夫な、丈夫な。丈夫なカバンです。暇な、暇な。今週末は暇ですか？大切な、大切な。家族は大切です。大変な、大変な。仕事が大変です。感情、嬉しい、嬉しい。合格して嬉しいです。悲しい、悲しい。別れは悲しいです。楽しい、楽しい。旅行は楽しいです。
怖い怖い。お化けは怖いです。寂しい寂しい。一人は寂しいです。恥ずかしい恥ずかしい。間違えて恥ずかしいです。羨ましい羨ましい。あなたが羨ましいです。眠い眠い。とても眠いです。欲しい欲しい。新しい靴が欲しいです。好きだ好きだ。日本料理が好きです。嫌いだ嫌いだ。野菜が嫌いです。日本語の形容詞。五感その他。明るい明るい。部屋が明るいです。暗い暗い。外はもう暗いです。硬い硬い。このパンは硬いです。柔らかい柔らかい。布団が柔らかいです。深い深い。このプールは深いです。浅い浅い。川が浅いです。強い強い。風が強いです。弱い弱い。お酒が弱いです。珍しい珍しい。珍しい鳥を見ました。正しい正しい。正しい答えを書いてください。危ない危ない。外は危ないですよ。安全な安全な。日本は安全な国です。必要な必要な。水が必要です。無理な無理な無理な計画です。いろいろないろいろないろいろな国に行きたいです。特別な特別な。今日は特別な日です。複雑な複雑な複雑な問題です。単純な単純な単純なミスをしました。暇な暇な暇な時に本を読みます。丁寧な丁寧な丁寧な言葉を使ってください。不思議な不思議な不思議な夢を見ました。おめでたいおめでたい。今日はおめでたい日です。お疲れ様でした。100個の日本語の形容詞、最後まで言えましたか？なんとか最後まで頑張りました。大きい小さいみたいに反対の言葉をセットで覚えるから頭に入りやすかったです。素晴らしいですね。一度で全部覚えられなくても、毎日聞いているうちに自然と口から出てくるようになりますよ。はい、明日も寝る前に聞いて復習することにします。だんだん眠くなってきました。それが一番の学習法かもしれませんね。それでは今日はここまでです。ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。